皆さんこんにちは。球場の歩き方です。私は今どこに来ているかと言いますと、東京メトロ丸の内線の後楽園の駅に来ております。本日はこれから東京のみならず、もはや日本を代表すると言っても過言ではないでしょう、読売ジャイアンツの本拠地東京ドームへ行ってまいります。それでは早速球場へ向かっていきましょう。今回ご紹介しますのは東京都文京区にあります東京ドームです。もう野球ファンの方には説明するまでもない、言わずと知れた日本を代表する多目的スタジアムです。もともとこの地には後楽園球場という野球場があったんですが、老朽化に伴い後継の野球場として1988年に誕生したのがこの東京ドームなんです。現在の写真と比較をしてみますと、後楽園球場は現在の東京ドームホテルのあるあたりにありました。球場のすぐ隣に見えるのは競輪場の跡地を活用して営業されていた後楽園ジャンボプールでして、ドームはその跡地に完成しました。街中にある球場だけあってアクセスはとても便利です。今回は3つの駅からのアクセスをご案内いたします。まずは東京メトロの後楽園の駅から向かいます。改札を出ましたら右手に進んでいきます。後楽園の駅は地下鉄の丸の内線と南北線が通っていまして、改札を出たところにメトロ M という駅ビルがあります。ここに結構飲食店もありますんでね。出口の階段を出ますと歩道橋がありまして、目の前に東京ドームの白い屋根が見えてきます。こちらが先ほどもご案内いたしました駅ビルのメトロ M です。そして東京ドームの背後には日本庭園の小石川後楽園があります。ちなみにドームの屋根が小石川後楽園に向かって低くなってるって皆さんご存知でした？庭園の植物に少しでも日照を良くするためにこのような設計になってるんですね。おお、悲鳴が聞こえると思ったらジェットコースターのサンダードルフィンです。あれね、一回乗ってみたいんですけどね、まだ乗ったことないんですよ。そしてこの歩道橋を渡り終えると外野の25番ゲート前の広場に着きます。後楽園の駅の改札から歩いてわずか2分ぐらいでこちらの25番ゲート前に到着いたします。前回横浜スタジアムの動画で館内の駅が近いっていう話しましたけれども、ここもすごく近いですよね。ドーム内は瓶缶の持ち込みは禁止でして、アルコールの持ち込みも禁止されています。ちなみに都営地下鉄の春日からもアクセスすることができます。というかこのようにもはや東京メトロの後楽園の駅と同化しちゃっています。これ6番出口なんですけれども、出口を出て左手に進むと先ほどの丸の内線の乗り場とドームの屋根が見えてきます。地図があるんで位置関係を見てみますと、三田線の春日駅と南北線の後楽園の駅をつなぐような感じで大江戸線の春日駅があるのが分かります。なので三田線のホームから歩いてくるとちょっと遠いかもしれませんけれども、大江戸線のホームからだったら後楽園とそんなには大差がありません。ちなみにこうして見てみても地下鉄が高架を走っているっていうのは面白い光景ですよね。丸の内線は実に4カ所も地上に出る区間がある地下鉄でして、初めて東京に来て地下鉄が地上を走っていると違和感を覚えるかもしれません。後楽園の駅もそのうちの1カ所でして、日中電車に乗っていると外が急に明るくなります。丸の内線は東京でも初期の頃にできた地下鉄でして、当時は一旦掘ってからもう一度埋め直すという手法が取られました。ですんで割と浅いところを走っていまして、後楽園の付近は本郷3丁目から来るとちょうど一つの谷を越えるんですね。地下を掘るよりもそのままの高さで一旦地上に出た方が工費も安く済んだわけです。さて続いてやってきたのは JR 総武線の水道橋の駅です。この駅の発車メロディーがですね、ということで発車メロディーが巨人の球団歌闘魂込めてになっています。ハマスタの館内の駅もそうでしたけど、最近はこうして最寄りの球場のチームの球団歌が発車メロディーになってる駅っていうのも多くなりましたね。水道橋の駅はホームの両端に出口があるような構造でして、ぶっちゃけどっちからでも行けるんですけども、近いのは西口の方です。早速進んでいきましょう。この建物の作り、多分ですけど私が子供の時から変わってないんですよね。あそこにお帰りの切符は今のうちにお求めくださいって書いてありますけど、昔はあれ見てそうだ買っとかなきゃって思いましたけど、今 IC カードがあるんでそういうこともなくなりましたね。野球観戦で変わったことの一つです。改札を出ましたら右手に進んでいきます。水道橋の西口へ出てきました。出口を出ましたら正面に後楽園ブリッジという歩道橋がありますので、これを進んでいきます。
この歩道橋を進んでいきますと、信号などもなく直接東京ドームシティへ行くことができます。この下を神田川が流れていまして、東口から出た方の奥にかかっているのが現在の水道橋です。実は今でこそ水道橋って東口にかかっている橋のことを指すんですが、もともとは江戸時代にもう少し東に行ったところにこの神田川を渡る上水道の水道管の橋がありまして、それがこの水道橋の由来だと言われています。今ではなくなってしまって、そこには記念碑が立っています。右手には東京ドームホテルが見えてきます。奥には名物だったスカイフラワーが見えます。去年老朽化で営業終了してしまいました。後楽園ブリッジを渡ったところにあるのが黄色いビルという名前の建物でして、この中を抜けていきます。左手には去年オープンしたフードスタジアム東京があります。試合前にここで時間潰してる人も結構たくさんいらっしゃいますね。他にもこの中にはボーリング場とかウィンズの場外馬券売り場とかがあります。黄色いビルを抜けるといよいよドームが見えてきます。右手にある階段を登っていきましょう。この辺まで来るとテンションが上がってきますよね。ちなみに本日の試合は巨人戦ではなく、なんと楽天主催ゲームです。普段仙台に足を運ぶのが難しい方にも楽天の1軍公式戦を見てほしいとの名目で開催されます。今日の相手はロッテなんですが、実は7月には今度はそのロッテが主催で同じく楽天戦が行われる予定です。他にも今年は西武やソフトバンクも主催試合を行う予定でして、このように巨人以外にも1地方球場扱いで行うチームがあります。そういえば北海道移転前に本拠地にしていた日ハムは毎年公式戦を行っていましたけれども、エスコンができてから全くやらなくなりましたね。やってまいりました。読売ジャイアンツの本拠地東京ドームです。先ほどもご案内した通り、後楽園球場の後継にあたる野球場でして、日本初の屋根付きの野球場として1988年にオープンしました。ドームの屋根は外部よりも 0.3% 空気圧を高くして膨らませています。この空気膜構造の屋根は常に空気を送り込んで膨らませていまして、1987年に空気を入れて以来一度もしぼんだことがないそうです。近年はホームランがよく出る球場なんて言われていて、これは空気圧の影響なんじゃないかなんて言われていますけれども、これ間違ってまして、気圧が低かったらクアーズフィールドみたいにボールが飛ぶかもしれませんが、ここは逆に高くしているんで、それは全く関係ありません。今日は楽天の臨時のグッズショップがこちらに設けられています。野球以外にもコンサートの時とかはここに売店を出せるようにしています。ドームの正面22番ゲートの両サイドは名前が付けられています。三塁側のこちらは長島ゲートと呼ばれていまして、脇には大きなレリーフが飾られています。そして反対側の一塁側は大ゲートと呼ばれています。階段にはこのように写真も貼られています。もともと後楽園球場時代に3番ゲートが長島ゲート、1番ゲートが大ゲートとして存在していたんです。1997年に東京ドーム開場10周年を記念しまして、三塁側を長島ゲート、一塁側を大ゲートとして復活させたんだそうです。ぐるっと一周していきましょう。外周をガラス張りの屋根が覆っていますので、雨の日は私はよくこれ伝いに歩きます。ここには今日の楽天戦の広告が出てますね。一塁側の方へ進んでいきますと、21番ゲートの横に野球殿堂博物館というものがあります。館内は撮影禁止ですので本日は行きませんが、野球場ネタで言いますと、後楽園球場時代のリリーフカーとかベンチなどが展示されています。そしてさらにその先にはジャイアンツストアがあります。以前はボールパークストア、さらにそれ以前はトゥードゥというお店だったんですが、2023年にリニューアルされました。この辺りまで来ますとガラスの屋根も途切れます。ちなみに雨が降ってると地面のタイルがめっちゃ滑るんですよ。というか昔ね、よく滑りました。この辺りから一旦ドームのコンコースを外へ降りてきますと、歩道の脇には鎮魂の碑というものがあります。これは第二次世界大戦に出征して戦死したプロ野球選手の慰霊碑なんです。先ほどの野球殿堂博物館もそうですが、プロ野球において重要なスポットがこの地にあるというのも見逃してはいけません。有名な選手の名前で言いますと、こちらに沢村栄治の名前も刻まれています。コンコースへ戻ってまいりまして、先ほど来た外野の25番ゲートの近くには東京ドームの説明板がありました。こんな今までちゃんと読んだことなかったんですけど、結構ねこれ読んでると面白いですね。昔会場当時はビッグエッグっていう愛称だったんですけど、てっきり大きな卵っていう意味だけかと思ったら、ビッグエンターテインメント&ゴールデンゲームスっていう意味もあったんですね。ここに空気膜構造による屋根についても説明が書いてあります。先ほどもご説明した通り、空気圧を 0.3% 高くして屋根を膨らませているんですが、ビルの1階と9階の圧力差と同じぐらいなんですね。ここには断面図などもあります。これは興味深い。
スケール比較まで出てまして、東京タワーとかピラミッドまで出てますよ。よく広さの例えで東京ドーム何個分なんていう使われ方をしますけれども、これなら確かにピラミッド何個分って言われるより分かりやすいですね。25番ゲートを過ぎると通路も狭くなりまして、あまり人も歩いていません。一応ここに案内図がありますね。ちなみにですね、この右手の緑は小石川後楽園です。こうして見るとね、かなり近いですよね。今となっては外野スタンドがもう少しあればななんて言われることもありますけれども、敷地の都合上この小石川後楽園があるんで、これがギリギリの設計だったんだろうなと思います。しばらく進みますと11番ゲートというのが出てきます。ビジターファンの方にはおなじみだと思いますが、レフトスタンドの入り口ゲートです。ここの構造だけちょっと変わっていまして、このコンコースから一段下がった位置にゲートがありまして、この階段を先頭に列が出来上がります。さらに進んでいきますと、今度は三塁側の内野スタンドの辺りへやってきます。またガラス張りの屋根が見えてきました。このガラス張りの屋根があることで、ドームの外に出ても屋根の下を行き来できるんで、雨の日でもスムーズな移動ができます。作られた時代が時代だけに、なんともバブリーなデザインではあるんですけれども、それがまたこの東京ドームらしさが出てると私は思います。先ほどドーム内は空気を送り込んで気圧が高いという話をしましたけれども、それを維持するためにドームの出入り口には回転ドアやバランスドアなど特殊な扉を用いています。試合後は大量に人が帰るんで、よくドアを開けたままにしているところがあるんですが、外との気圧差でものすごい勢いで追い出されるんですよ。あれも東京ドームの名物です。さて開門しましたので、そろそろ入ろうと思いますが、今回も残念ながら中の様子は撮影できませんので、また次の球場でお会いしましょう。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。